州さんにねタイトルの「声の記憶」このタイトルもつけていただいたし、かつ書でしたためてくださってですね、ようやくなんかね、はい、出来上がったということで、もうすごくワクワク楽しみなんですけど。ありがとうございます。でまず声のは一案です。なんかね、こう艶やかな感じがするんですよね、すごくね。どういうイメージでこれ書かれたんですか？この「の」にしてもね。まあ一番は、その声の唯一無二のお声であるということとか、声がね他の方々の声よりもずっと残るんですよね。その声の優しいけれどもしっかり人の心に残っていく強さが、ものを表現できたらいいなと思って書いてみたところ、こんな不思議な声っていう書体になりました。いや普通に漢字で「声の」って、我々もね漢字書けますから、ひらがなも書けますから、でもこういう表情がつけられるんだと思いましたね、あの時ね。で記憶は、いくつか準備しました。まず一つ目、おお、繊細。そうですね、声のが主役ですので、それを補完するぐらいの存在感にしていますが、女性らしい繊細さっていうのがありますね。これ10センチぐらいの筆の毛先のわずかわかんないけど2ミリとかだけ接して書いてるんですね。筆のこの筆先の先だけこうつけて書いてるんですよね。実際水につくと本当に細長い一本なんですけど、こうゆっくり書いてます。筆先だけ使って、そうする方が小筆で同じ字を書くよりも書が強くなるんですよね。まず向き合う。そして進まず後退せずじっとしてる。動かない。止まる。なんか私たちは前進していくことが良いようなことのように思うことってすごく多いじゃないですか。だけどいろんな経験をして、どうやらそこには答えがなさそうな気がしていて、動くことに、前に進むこととか後ろとかじゃなくて、止まる、止まって海でも行くじっとしておく、で結構解決といいますか、じっとしておいて、ちょっと肩の力を抜いてリラックスして元の自分に戻っておくと、物事が動き始めたりとかするような気がして、アクセクして動いて何とかしようとしてももっとうまくいかなくなったりとかすることが多いような気がしていて、よく忘れちゃうんですけど、止まるっていうようなことを忘れちゃうんですけど、でも止まるが大事なような気がします。手放したのある。何便利ね。
あ東京利便性、その中にいるとこうやっぱりこう気持ちがどうでしょう、麻痺するような部分っていうの出てくる感じですか？本来私がそれが素敵だと思っていない価値観に置き換わっていく自分がいて、それが嫌だった。あと便利は人間の精神性を高めることはない気がする。不便なところの方が人間の精神性を高めてくれるような気がする。能力、精神性だけではなくて、GPS の能力とかも含めて昔はこういう天気だったらじゃあ明日は雨かなとかね、道に迷ってもなんとなく家に帰れたりとか、友達の電話番号も大量に覚えていたし、だけど便利はそういう能力を奪い去ってしまうし、東京にいた時には本来自分が目指していない価値観を持っていて、そういうもののことの判断で着もしない服を買い、使いもしないバッグを買い、本来好きでもない車を買いみたいな。でもそういう判断はこれ以上したくないなと思って、で東京を手放し、便利を手放し、って言ってます。だからこう地方のいろんなところに拠点をお持ちだけど、大体不便なんですよ。不便ですよね。都心とか都会のこう中心部、地方であってもですよ、離れますよね。だからなぜなんだろうっていうのは思ってましたけど、でもここに伺って、それから他のエリアのお写真いただいたりして、ああなるほどなと、なんていうのかしら、なんかこう人間のこの精神性みたいなのを書っていうのはこう追求するか突き詰めていくわけじゃないですか。多分都会にいたら難しいだろうなっていうのはなんとなく感じたんですよね。都会にいると、夢は実現してくれるんですよ。誰かが無理をして誰かの夢を叶えてくれるので無理は通るんですけど、もうそういうのはいいかなと思って。こうでありたいなと思うのはイエス、カタカナ。意外ですね。カタカナになりますか。どうして漢字でもなくひらがなでもなく。なんか人生が与えてくれるものにイエスと言って受け取る、受け入れる、そういったことがとても大事だと思っていて、だけどよくノーって言っちゃうんですけどノーって言っちゃうんですけど、時々は思い出して、あ、そうだったそうだったと思って、人生が与えてくれるものに本当は 100% イエスで答えたいなと思っているので、気持ち的にはイエスです。ノーとか言いながら生きてきてみると、同じようなことの繰り返しになっちゃう。好きなものが、好きなものっていうか、なんか似たものが集まってきて、なんか新しい扉が開いていってなかったりとか、で過去の失敗した記憶とか、過去の嫌だったことが、今の判断にすごく影響を与える。だけどこの目の前に起きていることとその過去のことは別。だから、これによってこの人生が今与えてくれてる大いな恵みにノーっていうのはもったいないなと思うんですよね。そこでイエスということで知らなかった世界に足を踏み出せたりとか、知らない人と出会えたりとか、そういうことってすごくあると思うんですよね。
で時々はそのことを思い出しては、あ、そうだそうだ、今日起きることは全部イエスって言ってみようとか。日本の伝統芸術を受け継ぎながら今を生きる彼女は、誰も想像し得なかった発想で既存の境界線を軽やかに踏み越える。その佇まいにはどこか人の世界の外側から使わされたもののような澄んだ無垢さが宿る。人の世を生きることは時に苛烈だ。それでも彼女は書くことによって平安を見出し、歩みを止めることはない。無防備なほどまっすぐな彼女の声は、たとえ傷ついても揺らぐことなく、真実の彼女自身を伝え続けていく。今詩集はその人生に訪れるあらゆる出来事にイエスと答えようとしている。